音芸人おすすめ旅行先教えて。ちなみに温泉好き。温泉なら大分の別府温泉。大分か。ソラシドや使えばいける。北海道の層雲峡温泉。北海道自体行ったことないから気になる。山形の温泉すこ。銀山温泉は行った。箱根。新宿から電車で行きやすい。しかし秘境感とかの面白みはないかもしれない。温泉ならアイスランド。オーロラ見ながら露天風呂。お金集めからやな。温泉やったら別府行こ。砂風呂の竹河原温泉とか蒸し風呂、サウナみたいな感じ、ある芝石温泉あるで。な別府。蔵王とか白布温泉、小野川温泉。長野でリンゴと温泉とそば。卵の駅ってとこでセルフ目玉焼き食べ放題や。すご面白そう。そばと温泉は調べる必要もないくらいどこもレベル高かったで。長野もよね。宮崎の青島温泉も良かったな。海のそばの温泉はな。下には普通に歩いてる人いたわ。裸見られてしまうんか。これ。見上げたら見られるかも。一応下半身はすりガラスやから見えないが。大きはどくてレベル高いなこの温泉。しかも安いで土曜日で1泊2食9000円。青島グランドホテルや。やんけ。飯はこんな感じ。よう頑張ってる感じやな。普通にうまそう。朝飯。なかなか食うな朝から。しかもすき焼きは宮崎牛や。おい。温泉旅好き。信濃鉄道豊野から歩いて10分に湯船にリンゴが浮かんでるリンゴの湯があったな。わいも来月は強羅温泉で12月は山形の白布温泉、小野川温泉行くわ。諏訪湖と霧ヶ峰高原とか。片倉館のアホ深い浴場行ったり諏訪大社見に行ったり。そういや遊覧船以外に水陸両用車とかもあったわ諏訪湖。長野、大分、秋田そそるな。山形にいい温泉あったよな。来週天竜峡温泉に行くで。天竜峡温泉に使って夜は馬刺しと信州サーモンを食べる予定や。むちゃやんけ。島温泉。阿蘇原温泉おすすめ。行くまでの道も他では経験できない景色とちょっぴりスリリングな道が楽しい。こんなん富山やろ。これ。富山ってなんか、学生の頃バイクで行ったけどあんまり魅力わからなかったんだよな。どこ寄った？とりあえず街中行ったよスタバ行った。金沢の和倉温泉行く道中やったから富山が目的ではなかったけど。うなずきとアルペンルート、海鮮がメインなんやから。アルペンルートいいよね。行きたいわ。行くんやったら4月とかの早めのシーズンがおすすめ。もしかしたらライチョウ見れるかもよ。いいこと聞いた。ありがとうございます。もしライチョウみたいにあったら合わせて立山室堂ライチョウ見守りネットってサイトもおすすめ。室堂平付近で目撃されたライチョウの情報が地図上にある。福島県の温泉旅館どう？鬼滅の刃の無限城っぽいで。これマジ？行ってみてー。大洗であんこう鍋とかもどない？あんこう苦手でな。それなら仕方ない。上で群馬って出てたけど妻恋村と角屋？あちこち温泉あるし鬼押し出しとか一軒の価値あるで。函館はマジでいいぞ。山形県最上地方にあるひなびた湯治場にこもりたい。一泊素泊まり3500円。富山は冬も夏も楽しめるのが強い。長野県も良さそうやで。いいよね。ほのかに硫黄が香る信州徳倉温泉も風情があってよかった。風情があっていいなゆっくりできそう。一致は何を求めてる？ゆっくりのんびり？風景素晴らしい？ワクワクアトラクション？温泉には風情を求めてるで。部屋から釣りのできる温泉旅館どう？男子ならワクワクとば。とばラッコさんのとこか。ラッコだけ見に行ったな。旅行って雰囲気が大事よな。湯河原おすすめ。槍温泉。風情ならあと群馬帝国の水上温泉の夜は楽しかった。富山のホタルイカと白エビもおすすめする。ぼっち旅行でもおすすめの旅行先はある？ちなわいは旅行先でも誰からも声かけられない真のぼっち属性持ちや。どこでもええんちゃう？旅行で他人のこと気にしてたら負けや。てかぶっちゃけ隣の忍び地ほ借りて駅前で飯食うだけでもワイは旅行感あるわ。わかる。時間と金の無駄やと思ってしまうのはワイだけやろか。手頃にリフレッシュできるからおすすめや。騙されたと思って一回してみ。はいいい感じやんやな。今度市内のドーミーイン行こうかな。そういや株主優待来てたな。寝台列車のサンライズ出雲乗って島根観光は思ったより充実してた。サンライズ出雲、出雲大社、足立美術館、庭園すごい、松江城。みたいな旅行日程だった気がする。
サンライズのベッドで寝た翌日によくそんな動けるな。翌日だけというか2泊3日でそれぞれ回った感じ。サンライズか予約の取り方がよくわからないかな躊躇してる。まあちょっと面倒くさいけど、買おうと思えばすぐできるよ。最近飛行機旅行好きやわ。みんなは旅行の時予算どれくらい持って行ってるんや？ 2 泊3日やと仮定してくれメンス。5万かな。わい、来週10、土曜日飯田線秘境駅号で飯田へ。夜飯は信州の料理にした鼓み、翌日秘境駅号で帰路に着く予定や。秘境駅を車で回る背徳感。そんなんだから廃線になるんやけど。特急火の鳥以上に素晴らしい列車ってあるんやろか。島風。景色で言うなら富山地鉄の立山線。レトロな車両も相まって雰囲気最高やで。京阪3000走ってるとこやろ。Y の子供の頃の特急車両。そうそう。冬とかほんまに最高やで。火の鳥初めて乗ったら、沿線で火事があって2時間以上車両停止。あれは参った、まさに火の鳥。火の鳥乗ろうとしても満席で乗れへんのよな。結局乗れずにいる。大阪から和歌山の特急黒潮乗ってみたい。外人少ないらしくて。ベロでも言ってろ。東北でおすすめのとこある？熊が出ない場所で頼む。いわきハワイアンセンター。めっちゃ面白そう。でもお一人様ってのがな。女の子と行きたいわ。何喧嘩忘れたがここは情緒すごいで。死にそうなばあさんが震えながら、いらっしゃいませ、言うてくれる。鳴子温泉も良かったわ。北上線ホット湯田駅に併設している温泉もある。自分の金で旅行とか行ったことないわ。悪くないで自分の時間を堪能できる。大阪なら西成に行ってみたい。どんなとこなんや。最近ホームレス減ってきてるからあんまり面白くないで。あと近くにスパワールドがある。ホームレス減ったから面白くないってのがまた面白いな。じゃらんで予約がいいぞクーポンめっちゃ使って割引えぐいわ。平日に草津行ったけど最高やったわ。ライトアップされた山の中に広い足湯があってすぐ横では川が流れてる。誰もいなくて辺り一面独り占めやった。その昔上諏訪駅に有効な乗車券があれば温泉に入れた。札幌に来る人におすすめの観光スポット聞かれるけど札幌って意外と何もないよな。すすきの牧場、夏競馬シーズンになると騎手が集まるから牧場と呼ばれるようになったとか。札幌はないでマジで特に駅周辺。開拓の村や動物園はめっちゃ遠いしなら小樽か登別行くべきや。めっちゃ混んでるやん。定山系もまあ良かった。そうなん。ちょっと背伸びして高いホテル泊まったせいかな。そこまでいなかった記憶しかない。ラーメンもそこまで美味しくなかった。でも白い恋人パークはめちゃくちゃ楽しかった。札幌は中継地やな旅行なら同等のが北海道らしい景色や。富良野とかあの辺りか。あとは美瑛やら帯広やな。希望の温泉旅館。景色を眺めながら温泉に入れる。館内は広すぎず迷子にならない。ちょっとした売店がある。朝夜食事付きで夜は肉と刺身がドーン。これよな。温泉だと道後温泉がそこまで人多くなくて満足できたな。四国か遠いな。徳島の大塚美術館は正直1日いられる。というか後半疲れて早足で見て回った。丹沢湖のあぜにある中川温泉ブナの湯は通ったな。丹沢？神奈川か？せやで。仕事休みの日に洋華堂で寿司パック買って、丹沢湖を見ながら寿司食べてからの温泉入浴するのが月一の贅沢やった。冬の富良野。北海道らしさ1位の写真はこれやな北海道のバス停。ああいい。ほんのり涙ぐんでまう。奥の山は大雪山系や旭川あたりやな。このスレだけでも旅行気分やわ。本当に行ってこいよ。北海道行くならエゾモモンが見たい。トントルで見えん？スパやそうだもんな。旅行しても絶対音 J 開いてまうわ。そんで夜中ホテル寝る前にレスバ始まって、翌日最悪な気分になりそう。今ここに旅行に来た。ってスレ立てて写真貼ればええさ。レスバにはならん。たまにそういうスレあるよな。大体ほのぼのや。その後、そこのおすすめのスポットとか飯屋の情報交換会が始まり、だんだん全国の旅行先のおすすめプレゼン大会に発展する。夕方近場の温泉に行ってこよ。旅スレ昔は立ててたがウプできなくなってから立てなくなったな。これを使ってみたらどうか？ワイはこれで画像貼ってるで。旅スレで突してきたオンジェイミント飲んだな。来週久々に旅スレ立ててみるかな。どこ行くんや？南進医大行くで。
大自然溢れてそうやな。のんびりできそう。秘境駅でのんびりはできないけど、飯田線秘境駅号の旅や。検索してみた。橋渡る？景色良いな。秘境駅号は景色の良いところで徐行してくれるで。飯田線秘境弁当はいまいちぽいよ。画像で見る限りは。豊橋でいなり寿司だけ買ってるで。天竜峡駅前にある食堂で夕食弁当予約してるわ。そうなのか。天気良いといいな。去年11月乗車した時、大雨で豊橋行きの上がり秘境駅号と稲地が4時間近く遅れて豊橋に到着した模様。イベント列車のお弁当は式紙が違うだけで内容は幕の内弁当な模様。包み紙が重要。それだけでワクワクが増す。身延線もおすすめ。景色見ながら電車の旅な駅弁食ってビール飲んで。国内知らん地方行って世の中の広さ知るのがおすすめや。言葉同じですらこんなちゃうんやなって感じる。温泉でレベル高いところってどこや？やっぱり草津とかになるんか？ゲロ温泉おすすめや。ゲロええな。鬼怒川。別府。伊香保温泉は階段街と紅葉は最高やった。日光湯本。湯平ってところの雰囲気が好きだった。石畳の登り坂。龍神温泉おすすめや。龍神温泉もというお値段そこそこ。駐車場もあってよかったぜ。70台まで止めれるで。別府一択やで。やっぱ別府はすごいよ。でも湯の質で言うと鹿児島の霧島もすごかった。アクセスで別府の勝ちやけど。空港からのアクセスで考えると霧島はまあまあ悪くない。そっか空港か。フェリーが目の前の別府の勝ちと思ったが。いや別府のホテルは空港からシャトルバス運行しとるとこもあるし、やはり別府よ。別府は温泉入って競輪やったら1日終わったわ。鹿児島市内の温泉は駅から歩いて行けるし泉質もかなりいいぞ。泉質なら湯の津。ただ温泉のために行くには遠すぎる。島根の。しかもバイパスを避けた国道から入り各種交通インフラが充実して2温泉津は衰退するで。せめてでかい道の駅でも作り普通車だろうがバスだろうがトラックだろうが受け入れてキャンパーがテント宿泊することすら可能にしないと。お前ら詳しいな。登別が好きだがアクセスがな。今牧場好き。アクセスいい温泉なんてない。どこに住んでるか次第ちゃうか。どの温泉地がというか当たり宿引けたところいいところだったなってなるんやろ。街歩きとかもあるから一概にはそうは言えないんやないか。街歩きは楽しいけど観光地感はいらない。その天島温泉とか良かった。ダムと川が青くてビビる。奥鬼怒川良かった。雪降ってるのに屋根ないの気持ちええって知れたわ。Y が一番印象に残ってるのは北海道。屈斜路湖ほとりの砂場を自分でスコップで掘り起こして滲み出てきた温水に浸かるんや。泉質は知らんが観光温泉の雰囲気が好きだった。また行きたいぜ。冬の北海道の温泉行ってみたいな。空港最寄りでおすすめなら支笏湖温泉か長沼温泉やな。スカ湯とかも良さそうや。誠が温泉。やっぱ混浴でしょ。宿泊客から2万を得る。そういう温泉地は多い。でもかかり湯で1000円を得る目的の温泉地がもっと多くて良い。泉質が良ければリピーターになる。鳴子温泉とかは無料駐車場作るべし。Y 的に温泉は温泉自体より温泉街の雰囲気が重要や。人によって重要視するもんが違うの面白いわ。ごちゃごちゃお土産や並んでる雰囲気とか好き。総合力やと八幡平から入湯温泉エリアやろ。夏の草津はええぞ。涼しくて長袖じゃないと寒いぐらい。厚めの浴衣着てのんびり夜巡るのくっそ楽しかった。草津か別府。まあ結局これが安牌だよな。Y はスカ湯とか玉川温泉みたいなやるかやられるかの温泉タイムを満喫したいけど。草津や別府は温泉の質はいいけど人が多すぎるからスカ湯とか玉川温泉とかの、ちょっと人気下がるところの方がなんだかんだいい気がする。草津も良いけど、塩原温泉も好きや。クソでかい足湯あるよな。おう。あの川沿いの風情がええねん。川を見ながら露天に浸かれるのがええねん。伊東の温泉好きなんやがあまりおらんか。わいらはひなびた方がいい人がいない方がいいというが、温泉経営してる人からすれば困った話だわね。穴場はいた温泉。温泉地に住んでるから毎日温泉だけどたまにパンチの効いた温泉に入りたくなる。日本三名泉は、兵庫県の有馬温泉、群馬県の草津温泉、岐阜県の下呂温泉の3つの温泉を指します。有馬温泉はいろいろな温泉あるから楽しい。アクセス悪いけど万座温泉おすすめやで。七色の露天風呂ある。湯本温泉郷は温泉入った瞬間にコーティングされてる感がすごかった。
なお温泉街という雰囲気はないし遊ぶとこ以前に食べるとことかスーパーすらもない模様。指宿の砂蒸し風呂また行きたい。疲れがめっちゃ取れる。さて旅行に行きますか？秋田楽しみ。大阪は天気良し。東北は2回目。温泉早く入りたいぞ。ちなみに岩手も行くよ。秋田も多分快晴真夏日だと思うぞ。台風がどうなるかが怖いんだよね。2泊3日だから。飛行機どこから乗るん？追跡するで。関空からのピーチ便。8時の方。安全願って見守ってくれ。行き先は仙台空港や。なんでわざわざ仙台なんだよ。秋田まで 300km コースじゃんかよ。一番安くって考えたらこれだったんだよね。乳頭温泉。乳頭温泉。玉川温泉。森竹温泉。古峠温泉。の4本立てで行こうとしてる。素晴らしい、満喫してきてね。いい水に触れたいからね。淀川の石灰の混ざってない水はダメだわ。よく考えたら古峠温泉って青森だな。地味に青森入るな。乳頭、秋田って言ったらこれだよな。玉川、山西線って珍しいらしいな。森竹、古峠、まあ、位置的に考えてこれもありだよな。一個間違えてね。十和田湖周辺の何かと。森竹は日本一塩分多いらしいよ。それにマイナーとこ行くと温泉大好きおじいちゃんと書いて話聞くといろんな温泉行ってて面白い。共演線いいのか？どういうルート考えてんの？玉川から森竹は1日で移動するようなルートじゃねえぞ。あんまり詳しく書くと特定されそうだからしないけど2日目だな。そろそろフライトだから追いかけたい人は追いかけてくれ。今日は台風や低気圧の影響でいい感じに揺れそうだな。温泉来たい。追いかけられるわけねえだろ。今日仙台か乳頭組んだりで襲撃かけることは可能だけど、玉川とか当時のジジババ以外いねえぞ。つか、台風で隠した航空飛ばねえんじゃ？ MM133 便見当たらない。あった。隠した航空のくせに正確に飛んでやがるな。元気に旋回してるやん。飛行機って一度飛ぶと早いのね。ものの20分で名古屋通過とかマジ高速。ほんと早いね。サクッと柵を通過。隠した航空は機内 Wi-Fi ねえのか？隠しただから。半分くらいかな。太平洋ベルトに比べてなんでこんなに北は閑散としてんだよ。大都会仙台様ですら飛行機は渋滞しません。あれと同じ航路たどってんだね。空にも道はありますってことか。右に見えるのが稲葉白子でございます。着いたぜ。全行程。ありがとう。ただ窓際じゃなかったんだよな。残念。隠した航空のくせに時間通り着くとか悔しい。隠したって。出発の遅れはあっても到着時間は意外と正確というね。頑張って運転したまえ。ほんの 300km ほど。これ。仙台空港。これで行く。バスで行くの？バスで全部回んのは無理な気が。盛岡までバスだな。それからレンタカー。とりあえず仙台駅まで行くよ。七夕祭りかな。まあ飛行場だから宣伝のつもりでやってるんじゃないかな。まだアーケードのとこやってないんじゃないのかな。わからないけど。仙台といえば牛タンだけど、タン以外の部位はどこに行くんだろうな。もともと逆じゃなかったかな。在日アメリカ軍がタンの部分を捨ててたから料理に使ったはず。そうなのか、長年の疑問が解けたよ、ありがとう。高速バスでサービスエリアでの休憩があったら効率よく岩手名物食べられそうだね。前沢牛の串焼きとか多分あるでしょ。名物でも本当に美味しいやつ食べたいんだよね。サービスエリアのものが悪いとは思わないけど、時間をかけてでも食べに行くそれが私の旅ポリシーなのです。そういや前沢も近場か。牛の着ぐるみで牧場を闊歩する巡礼旅もいつかしないといけねえな。とりあえず仙台駅着いた。だったらやっぱり盛岡かな。ちょっとお店調べてみるわ。この若菜は俺でも聞いたことあるぐらい有名だわ。でもちょっと高いかな。ランチにも間に合わなさそうだし。お店助かるよ。昼は仙台で食べる予定で夜盛岡で食べるよ。遠野は良かったな。わんこそばは、人が注いでくれないタイプのもあって、そっちの方が気楽だったな。盛岡高の駅前に小祝農場の店があって、オムライスとか美味しかったな。アーケード街ブラブラ。心斎橋みたいに人混みじゃなくて程よく人いるから気分的に楽でいいな。行きたい牛タン11時30分からじゃん。仙台メディアテイク行ってみよ。震災関係の資料ありそうだし。この通りいいね。暑い？
大阪より湿気ないような気がするから気持ちのいい暑さと言えばいいか。まあ仙台だろうと大阪だろうとそんなに気温は変わらんと思うよ。観光地に直行するのもいいけど、街ブラブラするのもいいよね。着いた。おしゃれ。地元の美術館と同じ感じがする。震災関係も少しあったけど昔の仙台の地図展示してて満足した。牛タン食べに行くか。腹でー。牛タンでこんなに早く出てきたの初めて。うまそう、利休しか知らないけど、名店多いんだろうな。ここは元祖のとこ。わさびみたいなのないのがちょっと残念。おいくら？ 5枚1850円。まあ牛タンだから仕方ない。ちなみに牛タンの塊。牛タン食べるのに店入って20分で終わるとは思わなかった。20分って、もったいない。盛岡行きの回数券欲しいのにフォーラス前の乗り場近くで見つからん。今喫茶店にいるで待機。近くに純喫にいてもか飲んでる。香りがいい。バス危なかった。ダッシュで戻り滑り込み乗車。これより盛岡まで2時間30分ぐらいの旅。バスこんなの。盛岡は冷麺もいいぞ。逆にじゃじゃ麺は玄人向けというか初回だとまずく感じるからおすすめしない。とりあえず肉食べたいから肉調べてみる。あと福田パンのコッペパン食べたい。冷麺は焼肉屋で食えるしちょうどええな。福田パンはあんバターとクッキークリームがおすすめや。ありがとう。Google マップで福田パンの評価見てちょっと驚いて行ってみたいと思ってた。問題は残ってるか。17時閉店なら結構厳しいよな。とりあえず寝る。ちょっと食べ過ぎた。釜石線乗る？乗らないな。今回はレンタカーだからね。遠野から釜石までレンタカーで行ったけど、風景がなかなか素晴らしかった。盛岡の名物。冷麺、もともと朝鮮の名物。じゃじゃ麺、スペインの名物を真似た朝鮮の名物。わんこそば、花巻が本場。前沢牛、前沢が本場。南部せんべい、二戸が本場。盛岡発祥の名物ってなんかあったかな。あ、名家の石割桜があるか。小岩井農場のアンテナショップなかった？たくさんある。個人的には岩手に行ったら我が味噌と卵麺をお土産にするのをおすすめしたい。俺が行った時は駅前に小岩井農場のレストランがあったはずなんだよな。オムライスとか、パンケーキとか食べた記憶がある。起きた。インター降りたみたいだけど田んぼだらけで草生える。県庁だよね多分。盛岡南から降りたみたいだな。駅前まで来たらまあ普通に街でした。そろそろ下車だな。降りてみた。見た感じこれが一番高い建物多くてみたい。駅。福田パン着いた。入った瞬間システムがよくわからなくてちょっと困った。クッキークリームが見つからなかったのでクッキー&バニラにしてみた。写真がうまく撮れなくてすまんな。うまいな。パンふわふわでクッキーうまい。量もあるし満足。もう一つばいっとこ。小塚田城まで行く？盛岡城？後で行くよ。今は福田パンまで徒歩。川を渡って城を見ても綺麗だよ。後で行ってみるよ。今から南部鉄器買いに行く。ああ、でも今の時期は木に葉っぱが多いから対岸から石垣見えないかも。やっぱり行かなくていいと思う。すまん。ちなみに小塚田城の北手には名家の石割桜のモデルになった石割桜があるよ。本当に石を割って生えてる。あと、石川啄木の花碑もある。小塚田の後ろの草に寝転びて。多分時間余るから行ってみるわ。南部鉄器。結構高いよね。高いけどこれ買うために来たのもあるからね。盛岡来て思うけど若い人いなさすぎない？盛岡の商店街。南部鉄器は何買うの？急須かな。目的地着いたけどガチなとこで8万とか普通にする。こりゃ無理だ。2万なら出せるけど。8万のは多分名工の名前が入ってたりするやつだな。小さいとこの工房みたいなとこだったからね。やっぱり手間はかかるよね。大馬さん、模型。かっこいい。祝いとかなら3万くらいである。ちょっと調べてみる。こんなところで黒田官兵衛の兜が見れるとは思わなかった。今から何しようか。とりあえず白ブラッと言っても19時には終わりだし。レンタカーは20時からなんだよね。6時起こすと観光する場所はないかな。ご飯食べないの？パン食べたら腹持ち良すぎて気持ちよく食べれそうにないんだよね。少量でもいいから前沢牛食べたいけど。レンタカー屋に交渉する。けど早く行っても三陸方面に出て寝るとこ探すだけなんだよね。ちなみに車中泊。
お金ないのです。咲いてるね。塔のあたりに寄ればいいじゃん。あるいは三陸は温泉宿も多いから早めに行って、温泉入れば。塔の調べたら結構南寄りだからちょっとね。そうか、一日伸ばしたりも無理なのか。塔の、滝観道、釜石から海岸線を北上とか。結構おすすめなんだけどな。すまぬ。それすると秋田を大幅に削ることになるから。石割桜行ったのね。予定狂ってきた。明日のウニ丼市場休みで食べれない。水曜って市場休みなのかよ。8時30分には優先道に入場したいのに。車中泊か、お気をつけて。海はあさって食えばよいじゃないか。あと90キロ。今どの辺？日本海に向かってるのか？今宮古市。太平洋側だよ。宮古付近なら海鮮のうまい店あるよ。玉川温泉と古峠温泉行くには結構詰めないと厳しいからね。けど食べたい。宮古か結構頑張って北上したな。星の降る海辺で酒飲みながらねな。明日も早いんだろ？明日はとりあえず日の出には城ヶ浜に行く予定かな。それから8時30分には優先道につけるように行く予定。それじゃあおやすみ。おやすみ、気をつけてな。無茶はするなよ。おはようさん。さてこの旅で一番ハードになりそうな一日でございます。城ヶ浜来てみたら台湾の人に話しかけられる。台湾の人が撮った写真に自分が写ってた。LINE 交換して写真送ってくれた。それから話してみたら台湾の金持ちでした。我ながら思うがやっぱり自信なさそうな姿勢してるな。自分は天気悪くてパッとしないのが好きじゃないから色つけて写真撮った。考え変えて今から久慈市の市場を行ってみることにしてみる。おはよう。雨には雨の良さがあるけど写真じゃ表現しにくいのかの。おはよう。久慈市の市場は今日はやってるみたいだな。おはよう。今着いた。シュラさん。シュラさんがよくわかんない。あまちゃん。多分あまちゃんって言いたいんだろうな。ポスターあったよ。そしてウニ。ここ地元向けであってどこの魚屋さんも少量販売してないのね。180g2500 円。まさかの牛乳瓶。うまいけどさすがにプリン体になりそう。とりあえず優先道目指すか。優先道回ってきたけど。鍾乳洞好きな俺にはたまらんないようだった。岩手観光はここだけでお釣り出そうなくらい。次は温泉行く。4湯の予定だったけどもう一つ追加で五所掛温泉にも行こうと思う。事故に注意してな。五所掛温泉はいいよ。雰囲気が玉川と同じくらい最高に好き。眠たすぎてとりあえずセブンで休憩。お前都行ってんのかよ。まあ、車中泊極めてあと2日なら回れんこともないか。でも、森竹諦めろよ。秋田から飛ぶならまだしも。乳頭玉川フルオン部五所掛は同じラインだからいいけど。ついでに秋走り見てさし藤原の里で遊んで仙台戻って帰ればいいじゃねえか。乳頭温泉は3日目よ。そろそろ行くか。眠気もだいぶ冷めてきた。着いた。使ってくる。臭いぞここ。硫黄の鼻に来る匂い。五所掛やな。お土産は何買うんや？カモメの卵、小祝いのチーズケーキ？まだ決めてないよ。多分玉川温泉近いせいか酸性が少し強い感じであった。設備も新しいわけではないけどいろんな入浴方法あっていいな。これぞ東北の湯って感じ。あと値段も600円。立地がやっぱり悪いけど湯はいいと思う。さて泉質表もらえるか聞いてみるか。入ってみて意外にも硫黄がそこまで強いわけではなかったな。けど体ポカポカになりやすい。ほう。泉質表見たらメタケイ素は比較的に多いけどそれ以外はそこまで多くはないな。そしてここの名物黒卵をいただく。意外にもこれ職人技らしい。ここで2人しか作れないみたい。さて玉川温泉行ってみるか。圧倒的湯煙だな。4時までらしい。長風呂してこよう。玉川温泉で温泉をここまで感じられるとは思わなかった。入った瞬間水が重い。そして不思議と血圧上昇してる。皮膚が弱いところ、俺の場合背中のニキビとか、チクチクする。試しに鼻とほっぺたに軽く塗ったら角質取れまくったのかわからないけど油だらだら出てくる。薄めて飲むこともでき飲んでみたら不思議な感じというか。口でぐちゅぐちゅやったら歯の汚れ取れた気がする。とりあえずここやばい。鳥肌立ってるとこもチクチクする。確実に直接体内に取り込んだら悪いなこれ。強酸性だから長湯するとやばいよ。
北海道の川湯温泉や大分の塚原は大丈夫だったけど玉川温泉は順をつけていいくらいに酸性半端ないな。日本一酸性が強いんだっけか。玉川毒水ってやつ。そうだよ。ブクブクしてた。さて今古峠温泉に向かってるとこ。また1時間ぐらいはドライブだな。お腹空いてきたから近くにあった名店らしいホルモン幸楽に寄ることにする。美味しかった。けど時間なくなったな。森竹温泉だけにしようか。古峠温泉閉まるの20時だし。あら美味しそう。すげえ眠たい。カズノだったら道の駅カズノがいいね。味噌きりたんぽうまかった。この時間はやってないだろうけど残念。寝るならちょうどいいよ。酔ったけどもうやってなかったな。つか雨降りすぎ。天気調べたら明日の昼まで雨で気温は25度だってさ。温泉はいるにはいいかな。お土産買って帰るんならきりたんぽとか味噌とかもいいかもね。会社に配るなら、まんじゅうとかが無難だよね。仙台駅に行くなら駅中にお店いっぱい入ってるよ。多分仙台で買うことになると思う。まあ自分用の土産は先に買っちゃってるけど。森竹温泉入ってきた。目にちょっと入ったけど酸性湯の痛みとはまた違う痛みがあった。泉質表見たらかなり飛び抜けてる源泉。けど加水してるのと循環式みたい。こいつの源泉だけのやつ入れたら名湯になれるポテンシャルは十分にあると思う。さてとりあえず秋田市内に行ってみるか。温泉長くても10分しか入れないわい。仕組みの見物。炭酸風呂でのんびり入るといいよ。相変わらず雨ですな。今日も車中泊？まだ場所決めてないや。とりあえずきりたんぽ食べたいから駅前へ行ってみる。ブラブラしては見たけど若者は本当にいないな。将来日本中こんな感じなのかな。秋田の繁華街は23時にはガラガラになる。宿もだけどお腹空いた。駅前の紙芝居読んでくれるきりたんぽや店員さん可愛くてすこ。そこ行こうか迷ってたんだけどラストオーダー0時みたいだからね。マジか。結構早く閉まるんやね。今はラーメンや。とりあえず食べたら田沢湖周辺で寝れるとこ探そう。やめとけ。秋田の夜の運転は危険、鹿いっぱい出てくるぞ。そうなのか。とりあえず四季の森まで行く予定。深夜に知らない道を行く一致すげえな。迷わないようにね。ワイは梅田の地下街で迷うから無理。結局横断しやがったか。四季の森って今日はか。今日は確か道の駅のインフォに畳スペースがあったな。謎のネット情報でラフホ探してさまよったなあの辺。結局潰れてたけど。おはよう。一つ問題が。お前今日ピーチで仙台から帰るんやろ？戻れるんか？バッテリー上がっちゃいました。オフ。周りに誰かいねえの？JAF呼べえ。ライトつけっぱなしで寝てたみたい。保険入ってたら大丈夫かな。勝手に JAF 呼ぶと自腹だよ。保証入ってるから大丈夫だな。近くのガソスタ連絡か、通りがかった優しい人にジャンプしてもらう。こんな雨の中他の人捕まえるのはなんか気が引ける。出会いのチャンス。一期一会。旅の恥はかき捨て。40分ぐらい待ってって言われたのがちょっと痛いな。そういや雨の中充電ってどうするんやろ。腕がビリビリしそう。ピカチュウ呼んでくる。こんな台風の影響で風はそこそこ強いし雨降る中作業したくねえ。秋田地酒の缶カップがコンビニでも売ってるはずだから土産に買ってけば？飲んだら帰れねえじゃん。一泊追加だな。来てくれた。エンジン来ましたわ。費用はどうなるん？0円だな。保険をかけた一気に乾杯。あと機体充電しとくべし。さて乳頭温泉鶴の湯に行くか。乳頭温泉に鶴の湯よかったで。風情もええ。やっと鶴ついた。途中休憩してたけど。今度はバッテリーあげんなよ。しっかりと切ってきたから大丈夫。風情あっていいね。とりあえず風呂入ってくる。入ってきた。泉質は悪くはないけど特別いいわけでもないな。人としてはとてもいいと思う。ゆっくり泊まって入るのにいいな。日帰りでちょっと入りに来る場所ではないな。観光と割り切ってくるにはすごくありな場所だね。こんな感じ。混浴？そんなの期待するな。は？期待するに決まってるだろ。とりあえず盛岡戻るか。バスの中の飯としてまた福田パン街に行こう。今道の駅で休憩。お腹空いたから少し買った。こんなの。盛岡に戻った。さて10分ながらお土産探すか。バス乗って仙台に戻り中。とりあえず岩手土産。秋田の土産は時間なくて買えなかったのが残念。ワンコそばのゆるキャラのぬいぐるみ買ったんか。
ご当地のぬいぐるみとか集めるの好きで。家にはひこにゃんをはじめ赤べこ。ペナントの代わりか。小祝いのチーズケーキ微味そうだな。一口ちょうだい。無事完食。ちなみに温泉のタオルも集めてたりする。京都は雨パラパラ程度、大阪も大丈夫だろう、適当。関空からは快速から P とかはるかで買えるんだろ。まあそんな感じだな。関空に飛行機が着くのが22時。長かったな。昨日の車の運転420キロぐらいしてたんだな。東京大阪調べたら500キロぐらいあるんだな。バスとかトラックの運転手尊敬するな。何回眠すぎて中央車線はみ出したか。ドライバーは長距離運転慣れてるからちゃんと休憩取ってるよ。結構、時計みたいなスケジュールで動いてる。大変なのは荷下ろしが。人力の時だって言ってたな、鉄のワイヤー手下ろしは辛かったって。長くても2時間運転したら休むべきだとつくづく思わさせられた旅だったな。あと保険はいいのに入っとく。間違いないね。仙台に着いたけど19時の電車まで暇だな。牛タン。牛タン屋と同じ通りにある寿司屋もうまいで。ああでも混んでそうだしあと40分じゃ厳しいかも。40分だからちょっと厳しいな。ちなみに今目の前にパルコ見える。パッと見仙台は再開発あんまりしてないな。国分町があるから。いやこれでいいと思うよ。大阪いてこれ以上建てる必要ないだろうって思えるぐらいまだまだ再開発しまくってるし。というか最近マンション建てすぎなんだよ。なんで23歳の俺に東京のマンション買わないですかとか電話してくるかな。どう考えても高値で買うわけないのに。ちょっと寂しいけど旅の最後を飾る寿司たち。うおー。普通にうまいなここ。最後までうまかった。お疲れ一致。あとは飛行場のラウンジでお土産お披露目会するぞ。車で移動すると写真が撮りにくいことが分かった。やっぱり家に戻ってからにする。疲れた。すごい大雨だな。列車止まってない？嘘でしょ。でも関空の橋ならありえそうな気がする。レーダー見たら淀川沿いすごいな。まあ淀川が氾濫するわけないか。桂川が氾濫寸前ですわ。何年前か覚えてないけどまた使っちゃってるの？まあ無事に戻ってきた。そしてよく降ってること。おつ。東北はいいよね。関西からは遠いけど。個人的には山形と会津周辺観光が良かったな。今回は観光場所はいいけどいかんせん距離が北海道並みに遠すぎる。小野川温泉の優しい匂いの硫黄温泉に勝てるとこがまだ見つかってないな。優しいへの匂いとはこらまた難題なり。私は硫黄なら鹿児島の霧島温泉か福島の高湯温泉推しだな。霧島は子供の時行ったことはあるけど覚えがないな。高湯はいいよね。あれも硫黄温泉の代表的なところ。着いた瞬間匂い最高だったな。一番好きなのは、炭酸風呂の大分県山里の湯だけどね。平日なら基本人いないからじっくり堪能できる。炭酸行ったことないな。良いってのはよく聞くけど。基本どこにでもあるような風呂じゃないからね。寒い日にゆっくり1時間かけて入ると最高だぞ。体がまからポカポカ。暑いとかそんなんじゃなく体からぬくもってるんだよね。あれがいい。あと炭酸風呂は温度低めだから長湯向け。行きたいな。冬の旅行は熊本宮崎鹿児島コースにするか。大分だぞ。というか何日で行くのかわからないけど広いな。大分か。大分空港か。大分港からレンタカー。鹿児島のリステだな。オッケー。まあ炭酸風呂だけはじっくり浸かることをおすすめするよ。あと近くの大吊り橋行ってみるのも。あと小野川温泉はへの匂いとはまた別なものを感じだな。別府とかのあの手の匂いじゃないな。やっとベッドで寝れる。最後。お土産。疲れが全然取れない。おしまい。なんだ。温泉に行って疲れて帰ってきたのか。車中泊は疲れ全然取れない。安いところでも泊まるべきだな。最後まで見てくれてほんまにありがとやで。